皆さん、キャラ育成は順調ですか？白米です。チャオ、クラポンです。3月一発目の動画はなんとなんとキャラ紹介動画となります。今回は初心者さん向けの動画ってことでよろしい？ノンノンノン。今日は一段とうざいね。このキャラはチャプター向けだよ、このキャラは対人向けだよとかそういう話でしょ？もちろんそれもしますが、それだと中級者さん以上の方は退屈な動画になってしまうので、今回はプラスアルファもご用意しております。ほうほう。中級者さん以上の方が退屈しないプラスアルファとは何々？今回各キャラのスキルで私が気になる箇所を運営に質問しました。やるじゃない。このスキルは何%発動なのか、このスキルにクールタイマーあるのかないのか、ある場合は何秒なのかなどの質問です。それなら中級者でも知らない情報が混じりそうね。それに運営からの回答なら安心安全です。何点か有識者からの情報も混ざっているので、ソース元もしっかりお知らせします。オッケー。ちなみに全部知ってたよーって人いると思う？VIP のディスコードにいらっしゃる方や検証中の方だったらもうすでに質問してご存知かも。とはいえ全てを網羅してるのはすごいレベルだと思います。もしも全部知ってたぜっていう人がいたら、それはもう誇りに思ってほしい。なんで偉そうなんですか。では早速キャラの説明をしていきましょう。おいえ、行ってみよ尺の関係上、レアキャラ、エピックキャラ、レジェンドキャラの3部構成となっております。う。視聴者もそっちの方が見やすくていいんちゃう？今回はレアキャラ6キャラのご紹介となります。紹介の際、クラポンにチャプター、襲来、対人の評価も聞くのでよろしくお願いします。お安いご用だけど、クラポンの主観で適当に言うからね。まずは主人公のアレックスから。ほいほい、実証主人公の彼ね。自称とか言うのやめてください。アレックスのスキル、勇者の心のレベル2とレベル4にクールタイマー存在するのかしないのかを運営に聞いてみました。これクラポンも知らんな。どうだった？クールタイムは存在しないそうです。おー、やっぱ存在しないんだ。アリーナや頂上アリーナ、遠征など常に相手の攻撃を受けるコンテンツだと悪くはないですよね。では最後にクラポン、アレックスのコンテンツ別の評価をお願いします。これ育ち具合や持ちキャラとかで変わってくるから難しいんだけど。じゃあ丸、三角、×で分かりやすく評価してください。なるポロリ、それいいね。チャプターは三角、襲来、封印は×、対人は三角。異論は認める。続いては猫忍者。最初に手に入るキャラかな。カーニバル第2期の250ポイントの景品ですね。猫忍者のスキル、疾風の歩み、レベル1とレベル4の時間間隔について運営に聞いてみました。何秒だったと？レベル1は3秒、レベル4になると1秒間隔になるそうです。レベル1は体感でそんな感じよね。だいたいそんなイメージでした。レベル4の1秒って使いやすそうね。6分チャプターとか敵に囲まれなさそうですね。私持ってませんけど。Me too。 では猫忍者のコンテンツ別の評価をお願いします。チャプターは丸よりの三角、襲来封印は×よりの三角。
対人は×。異論は認める。続いてはヘリックス。あのね、アレックスとヘリックスほんと名前間違えるのよ。わかりますそれ。ヘリックスは上位勢でも使われてるよね。主に対人。ですね。未だに使用されるだろう理由のヘリックスのスキル、窮地からの反撃のレベル2とレベル3にクールタイムは存在するのかしないのかを運営に聞いてみました。で、どうでした？クールタイムは存在しないそうです。やっぱ存在しないんだ。対人で強いというのはこういった理由もあるのかなと。常に発動は強いよね。ではヘリックスのコンテンツ別の評価をお願いします。チャプターは×。襲来封印は×よりの三角。対人は丸。異論は認める。続いてはヘ僕たちが一番使用してるレアキャラですね。ラ。ヘラはすぐに貫突しましたもんね。トナカイスキン、可愛すぎないか？そこは満場一致案件ですね。私トナカイさんは持ってないですけど、このにわかが。ヘラの冥界の祝福は以前プラポンがプラメンのポコさんに頼んで VIP の有識者に聞いていただいた内容となります。ポコチ、その説はあざます。ヘラの冥界の祝福はヘラが死んでも効果を継続しているとのことです。ヘラが死んでも効果が継続するのはビッグラポン。念のため運営に確認しておくので、仮に間違っていたら動画内でお知らせします。ヘラの冥界の祝福ってさ、精霊さんにも効果あるよね。そうなんですか？クラポンが訓練場で検証したらそう感じた。こっちも運営に聞いといてちょ。承知しました。ではヘラのコンテンツ別の評価をお願いします。チャプターは三角。襲来封印は三角。対人は丸よりの三角。異論は認める。続いてはミイラ。話すことあります？運営に質問することが浮かびませんでした。ですよね。クラポン一時対人で使ってましたよね。スキンマックスにしてアリーナ、頂上、クラン戦全部試してみたよ。どうでした？クラン戦と頂上は周辺の敵に不死の呪いでデバフをかける意味合いで使ってた。アリーナは単純に取りこぼしが少なくなるかなと思って使ってみたぽ。最近は使ってませんよね。ウィンクス貫突しちゃったので。ミイラちゃんかわいそう。ではミイラのコンテンツ別の評価をお願いします。チャプターは×。襲来封印は×。大臣は丸よりの三角。異論は認める。最後は工芸。未だに名前を覚えられない。こちらも質問することが浮かびませんでした。ですよね。クラポン育ててます？育ててますよ。攻撃力 3% のために。ですよね。クラポン的に工芸の性能はどうです？どう考えてもオールスター用だよね。育てればオールスターで活躍すると思います？試してみないとわからないけどさ、スキルとスキンを貫突させる費用対効果に見合わない気がする。それに工芸をスキンともども貫突させれる人ならもっと有効なキャラを持ってそうなのが致命的。確かに。今後の成長に期待しましょう。では工芸のコンテンツ別の評価をお願いします。チャプターは
くいおりの×。襲来封印は×。退陣は×。異論は認める。以上レアキャラ紹介でした。来週はエピックキャラ紹介の予定だったんですが、皆さんが気になるキャラはレジェンドキャラが多いと思うので、先にレジェンドキャラの紹介からしたいと思います。本当は全キャラ投資でやる予定だったんだよね。ですです。いざ動画を撮り始めたら尺がとんでもないことになりそうだと気づき、急遽3部構成に変更しました。尺が長すぎると見てる側も疲れちゃうしね。ですです。それにレア、エピック、レジェンドに分けた方が視聴者さんも気になるキャラを調べやすくなりますしね。だにー。来週のレジェンドキャラ編もお楽しみに。それでは今回の動画は以上となります。モチベーションにつながりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。夢の収益化をしたいのでグッドボタンもお願いします。またにー。